2026年4月、パキスタン南部シンド州4600年前に突如として消えた古代都市、モヘンジョダロで、その夜は起きた。午前3時過ぎ、周囲に人影は一切なかった。カメラを回しながら、古代の石壁に沿ってゆっくりと歩いていた。その瞬間だった。肩に何かが触れた。人の手のような形をしていた。しかし、その冷たさは尋常ではなかった。真冬の氷に触れた時の、あの感覚、それが、真夜中の砂漠の廃墟の中で、私の肩の上にあった。振り返った。誰もいない。月明かりだけが、崩れかけた泥レンガの壁を白く照らしていた。実は、その数時間前にも、奇妙なものを見ていた。石壁に刻まれた、人の手形、考古学者たちが誰も説明できなかった痕跡だ。この文明は、なぜ突然消えたのか、戦争でも、洪水でも、疫病でもない。原因不明のまま、世界中の研究者が首をかしげ続けている。その答えが、この夜、別の形で現れようとしていた。私はこの動画を、あなたに見せるかどうか、長い間悩んだ。でも、これは実際に起きたことだ。パキスタンで、2026年の夜に、私の身に起きた、本当の話だ。これは、その夜の記録のすべてを、あなたに見せる動画だ。ただ、その前に少しだけ聞いてほしい。私がなぜ、この場所に一人で来ることになったのか、それを話さなければ、あの夜の恐怖は伝わらない。まず、私の普段の生活から、話を始めよう。私の名前は、ユウキだ。普段は、一人でカメラを持って、世界中を旅している。有名な観光地ではなく、誰も行かないような場所、廃墟、遺跡、忘れられた土地、そういう場所を、一人で取り歩くのが、私の仕事だ。2026年の春、私は仕事の合間に、パキスタンに降り立った。最初の目的地は、カラチだった。気温は40度を超えていた。街の喧騒は、想像を絶するものだった。バイクの排気音、市場の怒鳴り声、香辛料の匂い、すべてが混ざり合って、頭がクラクラした。その日の夜、宿のベッドに寝転びながら、私はスマートフォンで地図を眺めていた。カラチから北へ、約400キロ、そこに、モヘンジョダロという名前があった。正直に言う。その時まで、私はその場所をよく知らなかった。4600年前に栄えた、インダス文明の都市。突然、何の前触れもなく、消えてしまった謎の都市。それが、モヘンジョダロだった。画面を見つめながら、私は不思議な感覚を覚えた。引き寄せられる、という感覚だ。理由は、うまく説明できない。ただ、行かなければならないと、そう思った。翌朝、私はバスに乗り込んだ。舗装されていない道が続いた。砂ぼこりが窓を白く染めた。何時間も揺られ続けた。そしてようやく、目の前に現れた。広大な廃墟、赤みを帯びたレンガの壁。何千年もの時間が、そのまま積み重なっているような、重い静寂。観光客は、ほとんどいなかった。案内員の老人が一人、遠くで私を見ていた。私はカメラを構えて、ゆっくりと遺跡の中へと足を踏み入れた。まだ、太陽は高かった。だが、夜になって、私は最初の異変に気づくことになる。日が傾き始めた頃、遺跡の空気が変わった。昼間とは、まるで違う。温かみが消えて、冷たい何かが忍び込んでくるような、そんな感覚だった。最初に気づいたのは、音だった。風もないのに、どこかからかすかな音が聞こえた。石が擦れるような、低い音、人が歩くような、でも歩いていないような、そんな音が、遺跡の奥から漂ってきた。私は立ち止まった。カメラを向けた。何も映っていなかった。気のせいだと思った。次に気づいたのは、匂いだった。焦げたような、土が燃えたような、古い煙のような匂い。砂漠の夜に、そんな匂いがするはずがない。4600年前の何かが、空気に滲み出ているような気がした。それでも、私は撮影を続けた。夜の10時を過ぎた頃、温度が、急に下がった。砂漠の夜は冷える。それは知っていた。だが、これは違った。一箇所だけ、極端に冷たい場所があった。遺跡のレンガの壁沿い。細い通路の角。そこだけが、まるで冷気が湧き出ているように冷たかった。手をかざしてみた。確かに違う。温度計で測った。周囲より6度以上低かった。私は笑おうとした。
笑えなかった。その場所に、古い手の跡があった。レンガに刻まれた、小さな手の形。子供の手のような大きさで、深く、はっきりと、誰が刻んだのか、なぜここに、4600年前の人間が、この壁に何かを残そうとしたのか。私はカメラを近づけた。その時、背後で、また音がした。今度は、ずっと近かった。私は振り返った。誰もいなかった。だが、確かに聞こえた。確かに感じた。これが最初だった。まだ、私は自分に言い聞かせていた。全部、気のせいだと。しかし間もなく、私は確かに見ることになる。二度目だった。今度は、気のせいでは済まなかった。私は壁の前に立っていた。カメラを構えたまま、その史跡から目が離せなかった。4600年前の誰かが、この石に触れた。その事実が、頭の中でぐるぐると回り続けていた。その時だった。視界の端で、何かが動いた。白い。いや、白というよりも、光のない白さだった。影でも、煙でもなかった。形があった。輪郭があった。私は反射的にカメラを向けた。手が震えていた。録画ランプが点滅している。撮れている。撮れているはずだ。しかし、レンズを向けた瞬間、それは消えた。音もなく、跡もなく、私はその場に立ち尽くした。足が動かなかった。息を吸うことすら、忘れていた。周囲は静かだった。静かすぎた。風もない。虫の声もない。何もかもが、止まっているようだった。私はゆっくりと、後ろを振り返った。誰もいなかった。しかし、空気が違った。さっきまでとは、明らかに違った。冷たい。重い。まるで、何かがそこにいた後のような、残りがあった。私はカメラの画面を確認した。録画データを巻き戻した。主席を映した場面。カメラを向けた場面。そして、それが消えた場面。画面の中に、確かに何かが映っていた。私は目を細めた。息を飲んだ。これは何だ。モヘンジョダロの夜は、まだ終わっていなかった。そして次の瞬間、私は初めて、声を出すことができなくなった。カメラの画面を、もう一度見た。再生を止めた場面。石壁に映った。あの史跡の場面。何かが、いた。輪郭だった。人の形をした、薄い輪郭が、画面の端に映り込んでいた。私はカメラを持つ手が、小刻みに震えているのに気づいた。呼吸を整えようとした。できなかった。空気が、重かった。この場所の空気が、急に粘着質になったような感覚があった。4600年前に、人々が暮らしていた場所。突然、何もかもが消えた場所。その理由を、誰も知らない。考古学者たちも、説明できなかった。私はゆっくりと、顔を上げた。石造りの壁が並んでいた。廃墟の通路が、闇の中へ続いていた。その先に、白く、薄い、何かが立っていた。私は目を細めた。焦点を合わせようとした。その瞬間だった。それが、こちらを向いた。目が、あった。目があった場所に、黒い穴のような空洞があった。表情はなかった。形は人に似ていた。しかし、人ではなかった。足が、動かなかった。逃げなければという思考が、頭の中で空回りした。体が、言うことを聞かなかった。そして、聞こえた。声が、聞こえた。低く、くぐもった。声だった。言語ではなかった。しかし、確かに、私の名前を呼んでいた。私の名前を、この廃墟の中で、4600年の時間が眠るこの場所で、何かが、私の名前を知っていた。声は一度だけだった。そして沈黙が戻った。あの夜のことを、私は今でも毎晩思い出す。帰国してからも、それは終わらなかった。帰国した。パキスタンを離れた。飛行機に乗り、日本に戻った。それで終わりだと、思っていた。IMG、夜の自宅の暗い廊下、遠くに光が一つだけ見える。違った。帰国した翌朝のことだった。洗面台の鏡を見た。右肩に、あざがあった。青紫色の5本の指の跡だった。鮮明だった。まるで誰かが強く掴んだような。あの夜、私の肩に触れた。あの手の形そのままに。IMG、鏡に映った肩のあざのクローズアップ。薄暗い照明。私は声を失った。声が出なかった。ただ、鏡の中の自分を見つめていた。あざは3日間消えなかった。1日目、
自宅の廊下を歩いていると、背後で音がした。足音のような音だった。振り返っても、誰もいなかった。2日目、夜中の3時頃、目が覚めた。理由はわからなかった。ただ、目が開いた。部屋の隅が、やけに暗く見えた。いつもより、深い暗さだった。IMG、暗い部屋の隅、わずかに人の輪郭のような影。3日目、カメラのデータを確認していた。あの夜、廃墟で撮影した映像を再生した瞬間、私は止まった。映像の中に何かが映っていた。石壁の前、私が立っていない場所に、白く、細長い影のようなものが、ほんの一瞬だけ、フレームを止めた。目を凝らした。それは、人の形をしていた。モヘンジョダロの廃墟から何かが戻ってきていた。いや、違う。最初からついてきていたのだ。あの場所を出た瞬間から、私は一人ではなかった。帰国してからも、ずっと、その正体が何なのか。4600年前に消えた文明が、なぜ今、私の前に現れているのか。次回、ついにその答えに触れることになる。その存在の正体が、分かった。いや、正確には、分かってしまった。という方が正しい。帰国してから3日目の夜、眠れないまま、あの廃墟で撮った映像を何度も見返していた。石壁に残された手形、あの冷たい感触、そして、フレームの端に映り込んだ、人の形をした何か。私はその映像を、コマ送りにした。1フレームずつ、ゆっくりと、そこに映っていたのは、白い布をまとった、小さな人影だった。子供の、大きさだった。IMG、モヘンジョダロは、計画都市だった。4600年前、すでに上下水道が整備されていた。学校があった。広場があった。人々の暮らしがあった。その中に、子供たちもいた。考古学者たちが発掘した骨の中に、逃げようとした痕跡のまま、折り重なって見つかった。小さな骨があった。その子たちは、逃げられなかった。何かから、何かが、突然、街を飲み込んだ。IMG、私の肩に触れた。あの冷たい手、あれは、大人の手ではなかった。小さかった、細かかった。まるで、助けを求めるように、そっと、置かれていた。なぜ、私だったのか、それも、今はわかる気がする。私は、その場所に一人で来た。夜中に、静かに、ただ、耳を傾けるために、4600年間、誰も聞かなかった声を、聞こうとした、最初の人間だったのかもしれない。IMG、その子は、まだそこにいる。廃墟の中で、ずっと待ち続けていた。そして今、私の部屋の映像の中で、こちらを見ている。次回、私はその存在と、正面から向き合うことになる。最後の対面が、始まる。扉を、開けた、カメラの映像を、もう一度再生した。スローで、コマ送りで、1秒1秒、確認した。そこに、いた。IMG、廃墟の石壁の前に薄く浮かぶ人影。古代の衣をまとった子供の輪郭。子供の姿だった。背は低い。髪は長い。古い布を体に巻いている。顔はこちらを向いていた。はっきりとまっすぐに私の目を見ていた。4600年間誰かに気づいて欲しかったのかもしれない。私は画面から目を離せなかった。その映像の中でその存在は口を動かしていた。音はない。でも何かを言っていた。唇の形を何度も読もうとした。何度もわからなかった。それでも一つだけ確かに感じたことがある。悲しみではなかった。怒りでも恨みでもなかった。ただ孤独だった。圧倒的な孤独だった。モヘンジョダロという都市はある日突然消えた。理由は今もわかっていない。洪水という説がある。疫病という説もある。侵略という説も。でもその夜廃墟の中で出会ったものはそのどれとも違った。残されたのだ。文明が消えた後も誰かが残された。帰れなかった魂が4600年という時間を石の壁の中で過ごしてきた。私の肩に触れたあの冷たい手。あれは掴もうとしたのではない。ただ触れたかっただけだ。存在を確かめたかっただけだ。画面の中の子供はまだそこにいる。今も見ている。私はその目から逃げなかった。逃げることが
できなかった。次回、この旅の最後を話す。パキスタンから日本に戻った後、私の部屋で起きたことを、パキスタンから帰ってきた。成田空港に降り立った瞬間、何かが違った。空気が重かった。自分の足が地面に馴染まない感覚があった。荷物を受け取って、タクシーに乗って、自宅のドアを開けた。静かだった。いつも通りの静けさのはずだった。でも、違った。部屋の温度が低かった。真夏に近い季節なのに、冷房はつけていなかった。荷物を床に置いて、椅子に座った。しばらく、何もできなかった。モヘンジョダロで撮影した映像を、ノートパソコンで開いた。あの夜の映像が、流れた。石の壁、暗闇、ゆっくりと揺れるカメラ、そして、画面の隅に映っていた、あの子供の影。私はその映像を、一時停止した。静止した画面を、じっと見つめた。子供の目が、こちらを見ていた。4600年前に消えた命の、目が、その瞬間だった。背後から、冷たいものを感じた。肩ではなかった。首筋だった。振り返っても、誰もいなかった。窓は、閉まっていた。扉も、閉まっていた。それでも、確かに感じた。モヘンジョダロと同じ冷たさを、私は理解した。あの存在は、ついてきたのではない。もともと、ここにいたのかもしれない。私が、連れてきてしまったのかもしれない。石の壁の向こうで眠っていたものが、私という扉を通って、この部屋に、入り込んだのかもしれない。その夜から、私は変わった。カメラを向ける意味が、変わった。映像に映るものへの、恐れが変わった。恐れではなく、敬意に、変わった。次回、この旅の、エピローグを話す。あの夜から今日まで、私が抱え続けてきたものを、あれから、時間が経った。パキスタンから帰国して、荷物を解いて、シャワーを浴びて、普通の日常に、戻ろうとした。でも、戻れなかった。夜中に目が覚めると、肩が、冷たい。あの夜と、同じ温度で、誰もいない部屋の中で、私はしばらく、動けなくなる。モヘンジョダロで消えた人々は、なぜ逃げなかったのか、なぜ何も残さなかったのか、今なら、少しわかる気がする。気づいた時には、もう、遅かったのかもしれない。4600年前に消えたものが、今もまだ、あの廃墟にいる。そして時々、ここまで、ついてくる。カメラは、真実を映す。でも、映ってはいけないものも、ある。この映像を見てくれているあなたに、一つだけ、伝えたい。古い場所へ行くときは、必ず、敬意を持って、眠っているものを起こさないように。